こんにちは、まるみです。今日はポータブル電源のレビューをしようと思います。今日紹介するポータブル電源はダブソンの DBS1400 Pro というポータブル電源です。今まで結構私はいろんな会社さんのポータブル電源のレビューをさせてもらって、正直たくさん持ってるからもうポータブル電源いらないなって思ってるんですけど、このダブソンさんから何度もポータブル電源のレビュー依頼が来て、たくさんね、オファーしてくれるから、そんなすごいポータブル電源なんかなと思って調べてみたら、安全性がほんとピカイチで、これはちょっとレビューしてみたいなと思って、今回レビュー依頼を受けてみました。なので、この動画ではこのポータブル電源の安全性だったり、スペックだったり、実際使ってみるとどんな感じかっていうのをお伝えできればなと思います。まず一番最初に私がこのレビューを受けようと思ったきっかけが、ダブソンのポータブル電源は安全性がめちゃくちゃ高いんですよ。その安全性が何かっていうと、こういったポータブル電源に使われているバッテリーが、まず三元系バッテリー、リン酸鉄リチウムイオン。大体この2つがほとんどで、安全性で言うとリン酸鉄リチウムのバッテリーがいいんですけど、これはさらにその上を行く半固体リン酸鉄リチウム電池を使ってるので、この半固体リン酸鉄リチウム電池っていうのが安全性がすごい高いんですよ。今ね、口頭でこれが一番安全性高いんだよって言っても、なんだそれっていう感じだと思うので、実際のね、映像をお見せします。では、どうぞ。一般的なリチウムイオンバッテリーに串刺しするとすぐに発火して温度も急上昇します。次に普通のリン酸鉄リチウムバッテリーに串刺しすると発火こそしなくても煙や温度が急上昇します。ダブソンの半固体リン酸鉄リチウムバッテリーは発火も発煙もなしで25度を保持します。3つを見比べると一目瞭然で安全性がわかります。このね、安全性確認の動画を見てわかる通り、この半固体リン酸鉄リチウム電池が本当に安全で、なんで安全性が必要かっていうと、例えばキャンプや車中泊とか、防災グッズとして家にポータブル電源を置いとく人たくさんいると思うんですけど、時々ね、発火事故があるんですよ。電池の容量がね、すごい分、発火したりすると、車が燃えたり家が燃えたりっていう事故が時々あるので、どうせ買うなら安全性高いもの買った方が安心できるなと思って、今回レビューをさせてもらいます。ではね、早速この商品のスペックを紹介しようと思います。まず購入時についてきたものが説明書とこういう保証書、あとは充電するコードが1、2、3、これだけね付属してついてきます。これはね、家のコンセントで充電するタイプのもので、こういう感じね。これが車のシガーソケットに挿して充電するので、走行充電が可能です。あとこちらがソーラーパネルとつないで充電できるものです。じゃあ早速本体の説明していきます。まずね、簡単なスペックの説明としては、出力が合計 2400W 使えます。サイズは 432mm×254.5mm×303.5mm です。結構大きいですね。重さがね、20.5kg あるので、女性がね、持ち運びはできなくはないんだけど、結構大変です。今日家からね、車積む時もね、結構大変でした。よいしょっていう気合を入れて持ち運ぶ感じです。ただ持てなくはないです。容量は 1382Wh です。一つあれば車中泊一泊は全然余裕ですね。使い方にもよるんですけど、そんなガンガン使うとかじゃなかったら2泊もいけると思います。これね、嬉しいことに USB-A の充電が1、2、3と Type-C の充電もね、3つあります。最近 Type-C の充電が多いからこれは嬉しいですね。ちなみに Type-C の充電は1つが 30W、2つが 100W で充電できて、USB-A の方が2つね、ファストチャージ、急速充電できるようになってます。あとライトがね、ありますね。こんな感じで光ってます。あとはシガーソケット DC 出力ポートと DC5521 出力ポート。横を向けるとファンが2つついてて、AC 出力ポートが3つ。あとは容量の大きい AC 出力ポート 30A のやつが1つ。反対側はここを開けると、ここに挿すと家のコンセントから充電ができます。走行充電をするときとかはここに挿したりとか、入力系がだいたいここについてます。今ね、充電が 99% までちょっと減っちゃったんですけど、0% から 100% に充電するまでがめちゃくちゃ早いので、ちょっとその様子をお見せします。どうぞ。充電のスピードの実験をしてきます。今ね、
0% です。こんなに容量が大きいポータブル電源なのに、急速充電でね、1時間ちょっとぐらいでフル充電できるっていうので、ちょっと実験してみたいと思います。コンセント挿して、じゃあ、スタート。今どんどん充電されていってますね。果たして1時間ちょっとで充電されるのでしょうか。結果が楽しみです。今ね、50% まで来ました。だいたい 1470W 前後で充電されてます。0から 80% までは51分で充電できました。じゃあ、あと 20%、100% までどれぐらいかかるか実験します。はい、100% の充電まで1時間7分でできました。今からキャンプ行こうとか車中泊行こうっていう時に、車に荷物積んだりとか、いろいろ準備してる間にね、0から 100% まで充電できるので、すごいね、便利だと思います。今、100% まで充電してたんですけど、カメラを充電したり、ライトを充電したりとか、ポータブル電源だけじゃなくって他のものも充電したい時に同時に充電ができます。ちょっとその映像をお見せします。どうぞ。こっち側でゴールゼロのライト2本とカメラを充電してます。で、1426W でポータブル電源が充電されながらカメラやライトを 12W で充電してます。これは本当にね、便利な機能です。これがポータブル電源が 100% になったらコンセントを抜いて、今 100% じゃないけど実際抜いてみます。そうするともちろんポータブル電源の方は充電されてなくても、このパススルー充電されてたものはそのまま充電され続けます。なのでね、これはね、結構便利ですね。実際にポータブル電源を使って料理とかしてどれぐらい減るかを試すので、ポータブル電源はね、このリアテーブルの下に置いてきました。ここがね、実際一番使いやすいかな。スマホの充電とかしたいときは、ここでね、直接充電できるし、ここにコンセントさせるから、IH とか炊飯器とかね、このままつないでテーブルの上で使えるので、私はこの使い方が一番好きです。じゃあ、ご飯を炊こうかな。もうね、お腹減ったので、サクサク作ります。OK。お水を入れて、本来は吸水させるんだけど、お水を多めに入れたので、このまま炊いちゃいます。じゃあ、炊飯。ちなみに 99% からのスタートです。寒いので豆腐チゲ。やる気のない包丁いらずたち。ちなみに今ね、炊飯器は 218W 使ってますね。よし。おー、辛そう。IH もコンセントを挿して、電源オン。今一番強火にしたら多分パワーがすごいから、このファンが回り始めました。ファンの音はね、そんなに気にならないかな。むしろね、こっちの音の方がかなり強い。IH の一番の強火と炊飯器使っても 1097W 前後ですね。1100はいかないぐらいかな。ちょっと温まり始めたから白菜入れます。もやしも少々。沸騰させるために蓋しとこう。よし、沸いてきたのでお肉を入れます。豆腐も入れて、スンドゥブだからちょっと大きめに切ろうかな。よいしょ。おお、塊で入っちゃった。スンドゥブなのに豆腐沈んじゃった。じゃあ蓋をしてグツグツさせます。いい感じにグツグツでできたかな。できました。ご飯もね、ちょうどできました。それで今バッテリーが 80% まで減りましたね。19% かな。今ちなみに IH は切って炊飯器は保温でスマホを充電今ここでしてます。それで使ってるのは 56W なんで、まあこのスピードだったらね、減りは全然ゆっくりだと思います。よし、じゃあご飯食べよ。いい感じいい感じ、炊けてる。じゃあいつも通りアイラップ飯にしてレビューの途中ですが美味しくご飯をいただきます。本日のご飯は豆腐チゲにご飯です。じゃあレビューの途中ですがいただきます。ちょっとシェラカットがねこれしかないからいただきます。おいしい。
あ、意外と辛い。そして熱々。今のところ 20% ぐらいしか減ってないから、例えばこれぐらいの量のご飯だったら朝昼晩作っても 60% ぐらいしか減らないかなっていう感じです。手の込んだ料理だったら容量は減るだろうし、あとはよく車中泊する人って車内でそんながっつり料理するっていうよりは、その行ったエリアの美味しいご飯食べたりとか、あとはご飯は炊いてどっかで買ってきたものを車内で食べたりとか、そういう使い方だったらもっとワット数はね残ると思います。この料理の仕方が一番そんな手が込んでないのでオーソドックスな使い方かなと個人的に思います。いただきます。おいしい。もちろんね、ガスバーナー使って車内で料理する人もたくさんいると思うんですけど、車内で火を使うとやっぱ車って下にガソリン積んでたりするので、最悪の事態考えると本当に危険だと思うので、私は基本的にもう IH しか車内では使わないようにしてて、そうなるとやっぱりポータブル電源それなりの容量、最低でも 1000Wh 以上は欲しいなっていう感じですね。やっぱり車内でこうやって美味しいご飯食べるって私的にはなんかロマンって感じですごい好きですね。今ね 79% で、じゃあちょっと食後のコーヒーにっていうお湯が1杯ねどんぐらいの容量が減るかを実験してみます。だいたい 180ml ぐらいですね。よし。マックスでも私が使ってる IH コンロだと780前後が最大値みたいです。まだ2分経ってないぐらいだけどもう沸きましたね。早っ。79% スタートだったので 2% しか減りません。お湯1杯沸かすのに 2% ぐらいっていう感じです。じゃあ優雅に私はカフェオレでも飲んでのんびりします。車中泊の時に車内で一番ねポータブル電源使うのはこういうねちょっとした料理作ったりとか、それがねやっぱ一番なんですけど、2番目に使う機会多いなって思うのがドライヤーです。電気毛布とかも使うんだけど、電気毛布とかは正直容量がそこまでね使わないから、もっと小さいポータブル電源の問題ないんですけど、このドライヤーだと 1200W ねないと出力できないので、やっぱりこういう大きめなポータブル電源になるかなと思います。今日使ってるポータブル電源は 2400W まで使えて、最大出力が 4800W なので、この 1200W のドライヤーだったら何ら問題ないです。実際に今はね髪濡れてないので乾かす必要ないんですけど、1分間でどれぐらいワット数が減るか実験してみます。今は 77% 残ってます。じゃあ1分間ドライヤー出力チャレンジスタート。1216ワットで 1% 減りましたね。はい、1分ちょうど。1分ちょうど経ったんですが 2% 減りましたね。10分使うと 20% 減るから 57% まで減る感じですね。髪が長い女性だとちょっと10分で済まないからもうちょっと減っちゃうけど、髪が短い人とかだったら10分あれば十分かなと思います。夕飯作るのに 20%、 朝ごはんに 20% で、ドライヤーに 20%、 あとはお昼ご飯もし作ったとしても 20% で、プラスコーヒー沸かしたりスマホ充電したりで多く見積まっても 10%なので、結構ふんだんに使ってもこれ1個あれば1泊2日の車中泊は問題なさそうです。もしもっと大容量が欲しいよっていう人はもっと容量大きいバージョンもあるし、並列接続が可能なので、買ってみたけどこれじゃ足りないなって場合に新しい大きいのを買い直すんじゃなくて、もう1個買って接続してより容量を増やすっていう手段もあります。スマホアプリのダブソンっていうのを入れると、スマホでポータブル電源の内容を見ながら操作することもできます。なので今ポータブル電源の温度は24度だったりとか、USB がどれぐらい使ってるかとか、あとライトのオンオフもここでできます。スマホ上で操作できるのはね結構便利です。こうやって手の届くとこに置いていく分にはここでいじればいい話なんですけど、例えば車中泊でこういう自分が過ごす場所じゃなくってベッドキット作ってベッドキットの下にもう設置しちゃってると、いちいちねボタンを押しに行くのがめんどくさいので、画面上で操作ができるので、すごいねそのあたりは簡単にできると思います。このポータブル電源を充電するときにアプリ上で充電効率のところをね、ワット数を最大は 1500W にしたりとか、一番少なくて 50W にしたりとか、というのをね自分で設定できます。ちなみにこれがポータブル電源のファンが回ってる時の音です。結構静かな方じゃないかなと思います。あ
とは、ポータブル電源買う人で、キャンプとか車中泊っていうよりも、防災で買われる方とかも結構いると思うんですけど、防災で買うときって、その防災の時に備えて、基本的に家に置いとくことになるんですけど、家に置いてる間に、ポータブル電源って、満充電してもどんどん電量が減ってっちゃうんですよ。で、最悪 0% のままずっと保管しとくと、もうそのポータブル電源って使えなくなっちゃったりして。なので、基本的に家で保管しておく場合は、100% に充電をして保管することをお勧めします。ダブソンのポータブル電源のすごいところが、100% でほっとくと、半年経っても 10% しか減らないので、防災グッズとして置いとくっていう人にはね、すごいそういう面はね、安心して持っとけるなと思います。やっぱりね、せっかく高いお金払って買ったポータブル電源をほっといて 0% にして使えなくなっちゃうっていうのは一番もったいないので、そういう面でも安心だと思います。保証内容は最大で5年です。このポータブル電源自体が4500回のサイクル寿命なので、週に5回使ったとしても約15年間使用できるっていう、1回買ったら約15年。だから私が今買ったとしたら、今30後半なので50代まで使えるっていう計算です。かなり使える。一般的なリチウムイオンバッテリーの約9倍の長寿命です。すごいこれは。15年ってなかなかよね。さらに一番ありがたいのが廃棄物処理サービスも行っているので、ポータブル電源いらなくなって捨てようとした時にどこに捨てるんだっていうのが一番困るので、そのサービスあるのはすごいいいなと思います。今回紹介しているのが DBS1400 Pro という商品なんですけど、もっと日本一周とか頻繁に車中泊行くとか、ファミリーでキャンピングカー乗ってるとか、そういう人にはもっと大容量のものもあるし、逆にもうちょっとコンパクトなものがいいっていう人にはもう少し小さいものもあるので、ぜひね、自分に合うサイズのものを選ぶといいと思います。明日の11月27日から12月6日までブラックフライデーの期間中に、このダブソンのポータブル電源やソーラーパネルが最大 55% オフがあります。なので欲しいなって思った方はぜひこのブラックフライデー期間に購入するのがおすすめです。ということで、今回はゴリゴリの案件なんですが、実際にこのポータブル電源が2ヶ月近く前にいただいて、車中泊とかでも使ってるんですけど、やっぱり容量が大きいのと、2400W まで使えるから、もうあんまりワット数気にせずにいろんなものをね、同時に使用しても問題なく使えてるので、そのあたり安心だなと思いました。ご飯炊いてて同時調理でおかず作りたいっていう時に、ワット数が足りないとかそういう心配もないし、ドライヤーも問題なく使えるし、あとはね、やっぱり安全性がね、一番安心して使えました。車の中で使ってるので、毎日発火とかした時に、車ごとね、使えなくなるリスクとか、自分が命の危険にさらされるので、そういう面の心配がないのはすごいいいなと思ってます。なのでね、ゴリゴリの案件なんですが、やっぱいいものはね、ちゃんと受けて PR しようと思ったので、今回紹介させてもらいました。これがどこかの誰かの役に立つと嬉しいです。では、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。